皆様こんにちは、セリナです。今回は8月4日発売、シャネルフォールウィンター2023コレクションより数量限定のルスールデキノックス797ベージュエコライユと798ベージュロゼーモーブ、オンブルプルミエールリーブルの402シコモア、406セードルキーブレ、408アカシア、そしてルージュココブルームの新色150のイーストゥシャネルをご紹介していきます。今回のシャネルの限定コレクションもデザインの可愛さはもちろん、ルースパウダータイプのアイシャドウという珍しいアイテムも登場しているので、とても注目度が高いですよね。こちらのチークは見た目よりも柔らかく発色するということなので、実際の発色はどんな感じなのかというところと、大注目のルースパウダーアイシャドウもどんな感じの使用感なのかしっかりとご紹介していきたいと思いますので、少しでもアイテム選びの参考になれば嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他にも新作のコスメを中心にご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。シャネルフォールウィンター2023コレクション、時が静止する瞬間、エキノックスからインスパイアされたメイクアップコレクション。ガブリエル・シャネルの愛した季節、秋の始まりです。明るく穏やかなシェードが揃うカラーパレットは、影と光の境界を行く神秘的な魅力を漂わせる季節を連想させます。ご紹介していくのはこちら、ルスールデキノックス。濃厚な色と繊細な色、2色が組み合わされたチークカラー。エキノックスの時期に見られる色や光のコントラストを想起させます。柔らかく温かみのあるシェードは、頬の高い位置に立体感を与えると同時に輝きも演出。ナチュラルでヘルシーな艶を宿す明るい仕上がりに。パウダーの表面に繊細に施された植物の葉のデザインは、ガブリエル・シャネルが愛した季節である秋を表現し、巡る季節や幾度となく繰り返される再生を連想させます。一度さっとのせればナチュラルなメイクアップルックに、さらに重ねることで色や輝きがより深まります。797のベージュエコライユは、落ち着いた色味のコーラルとベージュのデュオ。798のベージュロゼエモーブは、ロージーベージュとモーブのデュオ。続いてこちら、オンブルプルミエールリーブル。シャネル初のルースパウダーアイシャドウ。ガブリエル・シャネルが愛した季節、秋。その始まりであるエキノックスの色彩からインスパイアされた、ナチュラルかつ洗練されたシェードが揃います。パール感のある微粒子と濃密なカラーピグメントが融合したフォーミュラで、深みのある鮮やかな発色と艶やかなサテンの輝きを実現。軽やかで細かいパウダーは、肌になじませるとクリーミーな質感に変化し、滑らかな仕上がりに。完璧なアイメイクアップを長時間キープします。キャップにはスポンジチップアプリケーターが内蔵されており、外出先でも簡単にご使用いただけます。輝きを放つ全6色の限定シェードが発売されて、今回私は402のシコモアウォームベージュ、406セードルキュイブレコッパーブラウン、そして408アカシア、深みのあるシエンナレッドの3色を購入しました。続いてこちら、ルージュココブルーム。踊るきらめき、プランプ効果と発色で弾む輝く。ルージュココブルームは美しい輝きが花開くリップスティック。圧倒的な輝きと発色、そしてプランプ効果が長時間続くハイブリッドなフォーミュラ。ウルトラシャイン仕上がりで鮮やかな発色と縦じわのない立体感が長時間続きます。今回は新たに新色として追加された150のイーストゥシャネルをご紹介していきます。
それではまずは今回のフォールウィンターコレクションでルージュココブルームに新たに新色として追加された150のイース・ドゥ・シャネルからご紹介していきたいと思います。クリーミーで滑らかな質感のリップなので、保湿のリップなどはなしでこんな感じで直接唇にのせていきます。はい、ルージュココブルームの新色150のイース・ドゥ・シャネルはこんな感じでした。滑らかでしっとりとしているテクスチャーで、唇が潤うようなタイプのリップですが、こんな感じでしっかりと唇に密着して、カラーも高発色なところがとても綺麗ですよね。プランプ効果もあるということで、グロスなしでもぷっくりとした立体的な唇に見せてくれます。ただこちらはディオールのマキシマイザーなど他のブランドのプランプ系のリップとは異なって清涼感などは特に感じないタイプなので、唇をぷっくりと見せたいけれど清涼感があるタイプは苦手という方にもとても使いやすいと思います。カラーは肌なじみのいいベージュ系ですが、秋らしい深みがあるのと、ピンクベージュというよりもオレンジベージュといった感じの発色なので、ベージュ系を塗ると血色感がなく見えてしまうのが気になるという方にもとても使いやすいと思います。シャネルらしい上品な色出しですが、トレンド感と秋らしさがあるところがとても可愛いです。続いてはこちら。限定チークのドゥスール・デキノックスをご紹介していきます。こちらの限定チークはこんな感じで、シャネルのロゴ部分と周りの部分でカラーが異なりますが、そこまでカラーの違いは出にくいということで、全体を混ぜて塗るのがおすすめとのことでした。まずはこちら側の方法に797のベージュエコラインを塗っていきます。付属のブラシもこんな感じで、毛足は長めでしっとりとしている毛質なので使いやすそうですが、チークとして広範囲に塗っていきたいので、今回はこちらの小箱のチークブラシ D を使って塗っていきたいと思います。見た目のイメージよりも意外と発色がナチュラルなので、カラー調整がとてもしやすいと BA さんもおっしゃっていましたが、一度塗りだとこんな感じで、確かにパレットのイメージよりも明るめのカラーが内側から蒸気したようにほんのりと頬に乗ってくれますね。まずはこちら側半分に797のベージュエコラインを一度塗りで薄く仕上げてみました。パレットで見るとこちらのカラーなので、もう少し深みのあるブラウン寄りのコーラル系カラーがつくのかなと思っていましたが、一度塗りで薄く仕上げてみるとこんな感じで、意外と明るめの柔らかいコーラルカラーが肌の上にほんのりと乗ってくれる仕上がりでした。そして近くで見てもこんな感じで、粉質もふんわりとしていてとても軽いので、パウダーが綺麗に肌に伸び広がってくれて、頬に立体感を演出してくれています。顔を動かすとかなり微細なパール感の艶めきは感じますが、パールが主張しすぎてしまう感じはしないので、絶妙な艶は与えてくれますが、毛穴が悪目立ちしてしまう感じもしなくて、とても使いやすいと思います。では、こちら側半分には797のベージュエコラインを一度塗りをした状態のまま、反対の頬に798のベージュロゼーモードを一度塗りで塗ってみて、カラーの違いについて比較してみたいと思います。こちらのカラーの方がさらに深みが出そうな印象ですが、やはりこちらも実際に肌の上に乗せてみると、見た目よりもかなり明るめで、深みはありますが、暗い印象になりすぎないところがとても可愛いです。はい、反対側には798のベージュロゼーモーブを一度塗りで仕上げてみました。こちらもパレットで見るとこんな感じのかなり深みがありそうなローズモーブ系といった印象でしたが、肌の上にのせてみるとこんな感じで、秋らしい程よい深みは感じますが、そこまでカラーが沈んでしまうということはなくて、パープル寄りだけれどちゃんと明るさも感じるようなローズ系といった仕上がりでとても絶妙です。そしてこちらも近くで見るとこんな感じで、繊細なパールによって綺麗な艶めきを感じますが、毛穴が悪目立ちしてしまうこともなく、とても綺麗に内側から蒸気したような頬を作ってくれています。どちらも秋コレクションらしい絶妙な深みは感じますが、
暗くなりすぎないところがとても素敵ですよね。それではさらにこの上にそれぞれのカラーを重ねてみて、しっかりと発色させていきたいと思います。まずは797のベージュエコライユです。重ねていくとこんな感じで、もう少し深みが増すのかなと思いましたが、重ねていくことで逆に明るさが出てきますね。そして一度塗りの時点では微細なパールによるツヤを感じましたが、重ねていくと同系色の微細ラメも入っていて、とても綺麗です。続いて反対側798です。798も797と同様、重ねていっても程よい深みは出ますが暗くなることがなく、絶妙なローズニュアンスが増されていきます。こちらにも同系色のラメを感じます。はい、こちら側には797、反対側には798を何度かしっかりと重ねて発色させてみました。まず797は重ねていくことで深みが出るのかなと思っていましたが、逆に重ねることでこの明るめのコーラル系のニュアンスが増していて、黄身に寄りすぎている感じではないので、夏らしかったり子供っぽいコーラルに仕上がるという感じではないですが、暗くなりすぎないコーラル系という感じで、今の時期から秋メイクを取り入れたいけれどお洋服とのバランスが取りにくくて少し明るさが欲しいという時にもとても使いやすそうです。そしてこんな感じで重ねていくことでパールによる微細なツヤの他にも同系色のラメのきらめきも感じられるので、より立体感とツヤ感を感じることができます。ただこちらのラメもとても微細でポイントで光るような感じなので、悪目立ちしてしまったりギラギラしすぎてしまうという感じではなかったです。そして反対側の798もこんな感じで、反対に塗っている797と比較すると元々のカラー自体に少しくすみ感を感じる分、こちらは重ねていくと若干深みも感じられましたが、それでも暗くなりすぎないようなイメージで、このふんわりとした粉質と相まって内側から蒸気したような頬に見せてくれるところがとても可愛い仕上がりだなと思いました。こちらにもこんな感じで同系色のラメが効いているので、角度によってふんわり感の中にツヤ感も感じられます。シャネルのパウダー系のアイテムはどれも粉質がとても良くて顔に立体感を出してくれるところがとても好きですが、今回の限定チークも絶妙なふんわり感の中にツヤ感を感じるような、重ねても暗く重くならないところがとても素敵だなと思いました。秋らしさの中にもアクセントで明るさが欲しいという方は797がおすすめ。内側から蒸気したようなジュワッと感と色っぽさが欲しいという方は798が特に使いやすいんじゃないかなと思います。外の自然光で見てみるとこんな感じの質感でした。自然光で見てもパールが悪目立ちしてしまうことがなく、肌にふんわりと溶け込むような質感がとても綺麗だと思います。そして自然光で見るとこの同系色のラメがアクセントになっていてとても綺麗です。今回は両方とも798のベージュロゼモーブで揃えてみました。それでは続いては大注目のルースパウダーアイシャドウモンブルプルミエールリーブルをご紹介していきます。今回全6色が数量限定で発売されましたが、予約の時点で人気とのことだったこちらの406と408、そして手元で見せていただいた感じ、個人的にとてもツヤが綺麗だなと感じたこちらの402の全3色を購入しましたので、まずは1色ずつの単色塗りからご紹介していきたいと思います。まずは402のシコモアです。こちらのアイシャドウはこんな感じで蓋にチップ形状のアプリケーターがついていて、ブランドサイトではこのアプリケーターで直接まぶたに塗布するのがおすすめとの記載がありましたが、手元で見た感じ全体的に結構発色が濃いめだったので、今回は一度アイシャドウを指に取ってこの状態で指で塗ってみたいと思います。ルースパウダーアイシャドウということで
通常のプレストされているアイシャドウよりも粉がかなり微粒子というのはもちろんですが、伸ばしていくとこんな感じでかなりしっとりとしたクリーミーな質感に変わっていくタイプです。このパウダーの繊細さがまぶたに綺麗に伸び広がってくれて、しっかりと発色はしますが、チークと同様のふんわり感とツヤ感を両立したような仕上がりになります。はい、まずは1色目、402のシコモアは単色塗りするとこんな感じの仕上がりでした。手元で見せていただいた感じ、今回発売されている6色の中では、こちらの402のカラーが一番発色がナチュラルなイメージでしたが、それでもこんな感じでまぶたの上にのせてみると、ミディアムカラーくらいに発色してくれました。そしてやはり今回のアイシャドウはルースパウダー形状というだけあって、発色はしっかりですが、まぶたに絶妙な透け感が残るような軽やかさとふんわり感が出ているところがとても絶妙ですよね。プレストタイプのパウダーよりもより柔らかく軽く肌なじみが良く、リキッドタイプよりもなじませやすいといういいとこ取りをしているような仕上がりだなと思います。そしてこちらのパウダーは伸ばしていくとしっとりとクリーミーな質感に仕上がるので、パールによるツヤやラメによるきらめきというよりも、パウダー自体のしっとりとしたツヤめきを感じられるといった仕上がりなので、どんなシーンにも使いやすそうなカラーだなと思います。では反対側には406のセードルキュイブレを塗っていきます。こちらはコッパーブラウンのカラーということで、今年の秋は特にこういったコッパー系のカラーが人気ですよね。反対に塗っている402よりも手元で見た時にかなり高発色のタイプだなと感じましたが、まぶたの上にのせるとこんな感じでしっかりとカラーを楽しむことはできますが、やはりこちらもルースパウダータイプなので、カラーがドンと固まって乗ってしまうということもなく、とても調整がしやすいです。はい、こちら側には406のセードルキュイブレを塗ってみました。反対側に塗っている102と比較するとこんな感じでかなり高発色なタイプですが、こちらもルースパウダー形状というところとしっとりとした粉質も相まってカラー調整がしやすい内側からにじみ出るような発色を叶えてくれました。ただやはりこちらはとても高発色だったので、手元で見た時のイメージをそのままにまぶたの上でも楽しむことができました。かなり明るめのコッパーカラーですが、絶妙なブラウンニュアンスが効いているので、単色やこちらのカラーをメインで仕上げると今からの夏の季節にも活躍してくれそうで、深みのあるブラウンなどと組み合わせると秋にも可愛いカラーなんじゃないかなと思います。よく見ると同系色のパールが輝く感じもとても素敵です。102と106それぞれ引きで見るとこんな感じです。ではこちら側に406を残したまま、反対側に408のアカシアを塗っていきたいと思います。こちらは深みのあるシエンナレッドというカラーで、今期の秋コレクションはコッパーカラーに加え、こういったブラウン寄りのレッド系のカラーも人気ですよね。今回購入した3色の中で一番ツヤめきは感じにくく、こちらのアイシャドウのふんわり感がよく生きているカラーだなと思います。はい、こちら側に408のアカシアを塗ってみました。やはりこちらのカラーは今回購入した3色のうち、パールのツヤやラメによるきらめき、そしてパウダー自体のツヤめきなどは感じずに、このアイシャドウのふんわりとした質感が一番よく生きているカラーだなと思います。発色も反対に塗っている106と同様、かなり高発色なタイプで、シャネルらしい深みのあるシエンナレッドという感じの仕上がりですね。ただこちらもしっかりとカラーが出るタイプですが、やはり通常のアイシャドウよりもふんわり感があるので、単色で塗ってもそこまで派手すぎる印象にならなくて、上品さが出るところがすごくいいなと思います。人気色の406と408、それぞれ引きで見るとこんな感じです。
402、406、408、それぞれ3色を比較するとこんな感じです。カラーはもちろん、ツヤ感や質感などの違いも楽しめる3色でした。ではここからは今回購入した3色を使ってメイクルックをご紹介していきたいと思います。こちらのアイシャドウはアプリケーターや指で塗るのはもちろんですが、ブラシなどを使って塗るのもおすすめと BA さんがおっしゃっていたので、今回のルックではブラシも使ってメイクを仕上げていきたいと思います。まずは402のシコモアを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。こちらの402のカラーは今回ご紹介した3色のうち一番ツヤを感じたので、ベースに塗ってしっかりとツヤを出していきたいと思います。こんな感じでこのくらい薄く発色させることもできるので、調整していくことでベースにも使いやすいカラーになります。続いて408のアカシアをディオールのバックステージアイシャドウブラシ S に取って、上まぶたの目尻から目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。ブラシを使うとこんな感じでよりカラーの調整がしやすくなりますね。やはり粉質が軽いので、ブラシ塗りをするとより透け感が出て重くなりすぎないところが綺麗です。最後に406のセードルキューブレもブラシに取って、上まぶたのまつげの際から少し太めになるようにカラーを入れていって、下まぶた全体にも薄く発色させていきます。こちらは結構発色がしっかりとしているコーラルカラーでしたが、ブラシでのせるとこんな感じで下まぶたに塗っても派手すぎることなく、とても可愛いカラーに変化します。はい、こんな感じでモンブルプルミエールリーブル402、406、408の3色を使ってメイクするとこんな感じでした。今回指塗りとブラシ塗りを組み合わせてみて、上まぶたにも全3色を重ねてみましたが、こんな感じでやはり単色塗りをしている時も感じましたが、ルースパウダータイプのアイシャドウということで3色を重ねてもしっかりとそれぞれのカラーは生きていますが、絶妙に透け感があって重たくならないところがとてもすごいなと思いました。カラー自体は全体的に深みも感じるので秋らしいですが、この透け感によって洗練された印象に仕上がっているなと思います。単色使いもとても可愛かったですが、組み合わせてもいろいろな表情が楽しめますね。シャネルらしい立体感も綺麗に出てくれました。引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じで7月4日発売、シャネルのフォールウィンターコレクションより数量限定のチーク、ルスールデキノックスの2色とモンブルプルミエールリーブルの6色の中から人気色を中心とした3色、そしてルージュココブルームの新色1色をご紹介していきました。デザインがとても可愛くて、発売前から気になっていたルスールデキノックスはさすがシャネルのパウダーアイテムというだけあって、ふんわりとした中に絶妙なツヤ感も感じるような、パウダータイプのチークとは思えないような内側から蒸気したような質感がものすごく綺麗でした。カラーもしっかりと秋らしさを感じるのに暗くなりすぎないところがとても今年っぽくて、今からの季節にも使えるところがとてもいいなと思いました。そして大注目のルースパウダーアイシャドウは、こちらもチークと同様ふんわりとした質感の中に絶妙なツヤを感じるようなカラーもあり、しっかりとカラーを楽しめる高発色タイプだったのに、まぶたの透け感が残るところがとても絶妙でした。こちらは単色使いでも自然なグラデーションができて綺麗でしたが、組み合わせてもそれぞれのカラーを活かしつつ重さが出ないところがとてもいいなと思いました。新作のリップも秋らしさの中にも日常使いもしやすそうなニュアンスで、個人的にもとても好きなカラーでした。今回ご紹介したアイテムはこちらのリップ以外全て数量限定色となりますので、
気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。